固く結んでしまうといざおしっこする時にね、開かないってなっちゃうので、シャーパカって開けて、これよくある形状のこんな感じです。この上にギアを置いたりすることも可能です。こんにちは、いちかスタイルです。前回トイレ事情として主に女性用のトイレ、災害用としてご紹介したと思いますが、今回は男性用のトイレをご紹介したいと思います。で、おまけでもう一つ購入したトイレをねご紹介したいと思うんですけれども、まず本題で男性用のトイレからご紹介したいと思います。今まで使用していたこれ100均の1人用のおトイレなんですけれども、これ一応ね男女兼用って書いてあるんですけれども、前回の動画でも言及しているんですけれども、基本的に男性をメインに作られた形状になっております。で、これ男性とてもねしやすいと思うんですけれども、1回分用となっておりますので、非常にコストの高いものになっております。なので男性用の1回分の袋を作りました。まずこの凝固剤、今まで使っていたのはペット用の紙シーツだったんですけども、今回使用するのは男性用なので凝固剤を主に使います。で、これは 800g なんですけれども、当時買った金額が1200円ちょっとだったんですよね。で、現在は少しだけ値上がってて1400円ぐらいになっております。この凝固剤とこちらの100均で購入した黒い中身が見えないタイプのペット用の消臭袋を使用します。で、金額に関しては後ほどご紹介します。まずはこの内容物です。消臭袋とこちらの凝固剤です。消臭ポリ袋はこのぐらいのサイズになっております。サイズは25センチの17センチになっております。で、マチは何もありません。この袋の中に凝固剤を入れて軽く結んだ状態にしてあります。10g 入れてあります。で、後で実際にお水を入れてどのぐらいこの凝固剤が吸収するのかというのもお見せしますので、最後までご覧ください。で、このね軽く簡単に結んだ状態で、実はこっちのねジップロックの中にいっぱい入ってるんですよね。すべて簡単に結んだ状態でジップロックに入れてあるので、これをね何枚も何袋もね持たなくて済むので、結構便利なんじゃないかなって思っています。で、こちらの携帯トイレなんですけれども、おしっこした後になおかつ消臭袋の中に入れるっていう感じなんですけれども、匂いをねしっかりカットしたいっていう方はこの消臭袋プラスまたさらに消臭袋をね重ねてもいいと思うんですけれども、前回主人が使用した際には、匂い漏れとかそんなに気にならなかったので、消臭袋の中に1枚で賄えるようにしております。で、これ一つでね凝固剤と消臭袋、この2点だけで排泄できるんですけれども、もし心配な方はこれはボスという消臭袋になります。これは100均で購入した消臭袋よりもまたさらに消臭力が高いものになっております。だけど、使用感としてはいらないのかなって思っています。でもし心配な方は消臭袋プラス消臭袋で、じゃあ先に金額のことを言いましょうかね。この簡単仕様の携帯トイレで済むのでしたら、これはねペット用の小型犬で、100均でダイソーで34枚入りの袋を買っています。で、こちらは Amazon で購入した 800g の凝固剤なんですけれども、
これ2つ合わせるとだいたい18円ぐらいだったんですよね。で、現在1400円に、凝固剤1400円ぐらいにちょっと値上がっているので、それで計算してもだいたい20円ぐらいなので、前回ご紹介した女性用のこちらのペットシーツと消臭袋と30リットルの黒い袋が3点入ったもので1回20円ってなっておりますので、こちらと金額がほぼほぼ変わらないです。次は、どのくらい吸収するのかっていうんですけれども、基本的に凝固剤は 7g で1回の排泄のおしっこの量を吸収できるそうです。記載されているグラムもだいたい 7g なんですけれども、私は霧のいいところでいつも 10g 測っております。で、これね、実はね、珪藻土の計量スプーンです。これがね、小さじ 5g なので、これをいつも2杯入れてセットして、1回分の個包装を作っています。で、もし心配な方は、大さじ1杯とかね、あれ大さじ1杯が 15g なので、大さじ1杯弱とかにすれば、これとほぼほぼこれ2杯分とそんなに変わらないと思いますので、計量スプーンどちらをご使用でも全然問題ないと思います。はい、続きまして、いつもどのように作っているのかもお見せします。この凝固剤が結構静電気で飛び散るので、その辺ちょっとご注意ください。で、こうやって小さく作って、凝固剤ね、このようになっております。見えるかな。これが 5g です。これをいつも2杯入れています。これ作ったものを固く結んでしまうと、いざおしっこするときにね、開かないってなっちゃうので、もう本当に軽く結ぶ程度で大丈夫です。で、これをお好みのジップロックなり巾着袋なり自分で保管するものを作っていただければいいのではないかなと思います。それでは実際に吸収力の方を試してみたいと思います。はい、でそれではこれ先ほど作った 10g の凝固剤です。で、実際にどのぐらい固まるのかっていうのを見てみたいと思います。で、約 300cc のお水をちょっと用意してみました。これがおしっこと思ってみてください。こっちの方見やすいかな。いきますよ。シャー。おしっこしました。現在まだタプタプしております。お、固まってきました。すごい。もうね、多分ね、数秒しかなってないと思うんだけど、もうプルンプルンのゼリーです。もうジュレって感じ。美味しそうね。本当にジュレだよ。わかる？ジュレだ、ジュレ。ほら。本当だ、もう固まってる。ほらほら。あっという間だね。一瞬だよね。一瞬。結構ね、300ったらおしっこの量多いと思うんですよ。300ぐらい。だけど早い。パンパンプルプル、ガッチガチよ結構。ということで凝固剤いいと思います。10g で1回分。いいと思う。僕もね、キャンプで何度か使用してるんですけど、実際何 cc 出てるのかわからないんですが、もうあっという間に固まって、すごく安心して使いました。最初ね、不安だったの。これこんなにたくさん入れて固まるのって思ったんだけど、なんかね、これ透明の袋だからちょっとびっくりしたんだけど、シュサーって急に表面の色が変わってきて、あっという間に。ということで、小さじ2杯もしくは大さじ1杯弱でだいたい 10g なので、そのぐらいの量で作っていただければいいと思います。で、実際この凝固剤でね、固めた状態をお見せしたので、ご使用の方安心なのではないかなと思います。で、実際のね、使用感なんですけれども、こればかりはね、男性がね使うので、女性にはねなかなかちょっと説明しにくいと思うんですけども、ご主人
はい、うん、実際キャンプで私が作った、うん携帯トイレなんですけれども、使用感としてはどうでした？いや今までね100均の1回110円の携帯トイレ使ってたんですけども、それでもね問題なくできてたんですけども、今回ね、作ってもらった携帯トイレ、一華スタイルバージョンなんですけども、本当コストもね抑えられて、サイズもねそうコンパクトにもなってるし、で実際使用してみて本当何の問題もなく、凝固剤がね思ったよりもう素早く固まってくれたんで、これはもう安心して使えるなと思って、問題なかったです。今までこの筒状だったじゃないですか。で結構ね袋としては心もとないと思うんですよ、薄くて、だけどその辺あたりもそんなに心配はなかったですか？そうですね、問題ないです。でもしこの1枚で心配だった場合は、二重に重ねていただいて、そうですね、匂いとかも全然気にならなかったし、もし気になるようであればもう1枚袋足してもらってもいいんじゃないかなとは思いますけど、はいそうですね、漏れてくることも全然なかったので、安心してご使用いただけると思います。はい、そうですね。はい、ということで、男性用の1回分の携帯トイレのご紹介なんですけれども、もし気に入っていただけたら作ってみてください。はい、続きまして女性用のトイレのバージョンアップの話をしたいと思います。前回のトイレ事情の方を見ていてくださる方は、すぐわかると思うんですけれども、100均の折りたたみバケツを使って用を足していました。で、何を言ってるんだろうって思ってる方は、そちらの方をね見ていただければわかると思いますので、よろしくお願いいたします。で、ですね、今回のバージョンアップなんですけれども、こちらAmazon で購入しました、これが携帯トイレになります。セット内容はこちらの板状のものとこれ2点セットになっております。で、実際に組み立てます。パカッて開けて、これよくある形状の踏み台と同じです。で、ここに蓋をして、ここに引っかかる部分の爪があるので、こちらをはめていただいて、もうこのままですぐトイレとなっております。で、サイズとしては若干この辺がすぼまってこちらの方が広がっているので、卵型のような状態なので、前後ろ間違えて座ったとしても別に問題はありませんが、一応こちらのすぼまっている方が前なのではないかなと思います。で、実はこれ S サイズになります。で、もうワンサイズ M サイズの方があるんですけれども、そのタイプはもう少し高さがあり、この座面も少し広めに取ってあります。で、どうしてこれを S サイズのこの小さめのタイプにしたのかというと、携帯性を求めるためにこちらにしました。で、こちらね、折りたたむとこんなに小さくなるので、私はこのコンパクトなタイプがいいと思ってこちらの S サイズにしました。で、こちらだと小柄な女性だったり、もしくはお子様もご使用いただけるサイズになっております。で、M サイズになってくると便座のね穴の部分、ここにお尻がねすっぽり入っちゃうっていう方もいらっしゃるので、M サイズよりも S サイズの方がいいのではないかなと思います。で、体の大きなね男性とか、もう少し座面をね高くしたいという方は M サイズでもいいのかなと思います。でも、携帯性とか、あと女性子供も使用するということを踏まえるのであれば、この S サイズが、ちょうど良いのではないかなと思います。で、色はね結構ね黒とかグレーとかありましたので、そちらもAmazon の方で確認してみてください。で、実際に使っているところをお見せしたいんですけれども、まずセットしますね。いつも使っている30リットルの袋でこの S サイズは十分です。でも M サイズになってくると、もしかしたら45リットルの袋じゃないとかぶせられないかもしれないので、そちらも要検討してください。で、今まで使ってたシリコンの折りたたみバケツと同様にかぶせるだけです。で、30リットルの袋で
だいたいこの袋の間口がだいたい同じなので、難なくスルリとはめることができます。でこれも今までと同じように小型犬用のペットシートを使用します。で中にねこうかぶせるだけで十分なので、これで座って用を足します。で実際にね、座ってるところのね、感覚としてちょっとお見せしますね。ではセットするところからお見せします。爪がねついてるのでね、でしかもここにオープンっていうのが書いてあるので、そう迷うことないと思います。こんな感じです。で下がね開いているので、気をつけてください。でベッドシートセットします。んでこんな感じです。素晴らしい。で今までねシリコンの折りたたみバケツの時には上に座るとペシャって崩れちゃうので、常に自分の足でしゃがんでいるような感じだったので、これに関してはねもうね本当に椅子に座ってる感覚と同じなのでね、楽に用が足せてとてもいいです。かなりお気に入りだし、買ってよかったなってすごい思います。でこれもね男性の突然お腹壊した時のね台とかおすすめです。ということです。素晴らしいです。男性用の凝固剤を使用した、携帯トイレを先ほどご紹介しましたが、凝固剤がもしあるのであればこちらにペットシートではなくて凝固剤を入れるということも可能なので、使用感好きな方を選んでいただければ良いと思います。で基本的にね金額的にはね、20円ぐらいなので100均のね携帯トイレとかそういうものを買うよりもこちらの方が安価なのではないかなと思います。で女性用のその凝固剤をセットする場合はこの30リットルの、中に凝固剤をね 10g 入れてそれで保管をしておくって結構畳むの大変なので、どちらかというと女性はこっちの紙のペットシートの方が、都合がいいのかなって携帯しやすいのかなって思うのでどちらの方好きな方もねお選びくださって構わないんですけれども、私はこのペットシートの方がちょっと好んでおります。で先ほどからずっとお見せしているこのペットシートなんですけれども、これはダイソーの10枚入りのものを買っています。だけどこれと実はコスモスで購入した、大量に入っている、ペットシートなんですけれども、これねレギュラーなのでだいたいねサイズ的にはね100均のものと変わらないと思います。サイズは変わらないんですけども、ドラッグストアでね購入したものとダイソーのもの全然厚さが違います。でこちらはね180枚入りなんですよ。なので、単価としてはめちゃくちゃ安いんですけども、ちょっとね心もとないなっていう部分はあります。で実はねキャンプでねこの間使ってみました。で固まるのがねやはりねちょっとだけ吸収がね遅かったなという体感ですね。で安心なのはやはりこのダイソーのタイプかなって思います。でもこれも十分吸収してくれるので、もう180枚もあるので仕方なく使おうとは思っています。でも全然吸ってくれるので、ちゃんとゴミとしてね捨てること可能なので、ちょっと心もとないなと思いつつも全然こちらでも使えますと思いますということで、こちらの男性用の1回分の携帯トイレとバージョンアップした座るタイプの携帯トイレのお話終わりなんですけれども、こちらの方は
災害時でも足腰が弱い方でも楽にね用を足せるタイプなので、かなり私としてもおすすめです。でしかもこれ Amazon で販売がね多分売り上げがね多分1位なんじゃないかなって確かそうで、実はこれスツーレっていう商品なんですけれども、これがなんか改良版らしいです。でこれの1個前のモデルががっしりとした本当に箱型の状態のトイレになります。で結構高さもあって、自宅でもしくは公共のトイレの便器と同じぐらいの高さで、使用感としてはもうまるっきり一緒のタイプになります。なので安心して使用したい場合はそちらのがっしりとした大きめのタイプで、畳んだ時もね内側にね折りたたんで箱型になるんですけれども、結構分厚めなので私はねその使用感よりも携帯性を重視してこちらの改良版の方を購入したんですけれども、どちらかお好みの方をね使用していただければなと思います。でそちらの方もね結構サイズがあるらしいので、これはねご自分のね使用用途によってね決めていただければいいのかなって思います。はい。でそして、前回の動画の補足なんですけれども、前回の動画でご紹介したこちらはデリケートゾーンも拭けるウエットシートになります。でこちらはトイレに流せる紙なのでもしウォシュレットがねないところでもこちらを使用して一緒にトイレとして流すことが可能なので便利だと思います。私もね使っているんですけども、デリケートゾーンまでねしっかり拭けてでトイレまで流せるっていうのは携帯性があってねとても便利だと思うのでおすすめです。例えばもし水が流れないようなねトイレだったり災害時にとかでもトイレにね流せないタイプの普通の水のウェットシートがあると思うんですけども、そちらをね使ってで排泄終わった後の袋の中に入れて一緒に燃えるゴミとして出すことも可能なので、こういうのも一つあったらいいなって思うのでよかったら携帯トイレと一緒にこちらも探してみてください。どちらかお好きな方を選んでいただければと思います。でそして消臭袋なんですけれどもこちらはねボスじゃなかったわ。だけど100均でいつも買っていたペット用の消臭袋いつも使っていたんですけれども、今回のねこっちのトイレをね購入にあたり一緒にねまとめ買いしたものがこちらの生ゴミ用の消臭袋になります。こっちはね40枚入りだ。結構ねいつもねまとめ買いしてるんですよ100均では。なのでどちらを選ぶかはお好みっていう感じですね。サイズ感としてはねちょっと薄いなという気もしないでもない。変わんない。サイズ感はこんな感じですね。はい。でこちらはマチがついてます。そうなの。ボスがね結構ね消臭力が高いと視聴者様から教えていただいたのでボスをね選んでもいいのかなって思います。はい。男性用の携帯トイレ110円だったのが、約20円で作れるということで、男性諸君ぜひ作ってみてください。簡単にね作れるしこうやってねまとめて作ってね常にギアケースの中に入れておいたり車の中にセットしておいたり、あとは防災用のねバッグの中に忍ばせておいたり、あとは普段持つバッグの中にね 2,3 個ね入れておいてもいいんじゃないかなって。小さめのねジップロックってあるじゃないですか、このぐらいの。それだったら2,3 個入れてね普段持つバッグの中に入れてもそんなに困らないのかなって思います。はい。でそして今まで折りたたみのバケツを使っていたところ、今度バージョンアップして、しっかり触れるタイプのトイレをね購入したんですけれども、もう実際使ってみてかなり安心感があります。触ってても崩れることもなく結構頑丈です。プラスチックなんですけどもね結構頑丈です。でちなみに
先ほどお見せしたこちらなんですけれども、実は踏み台もしくは椅子として使用することもできるので、この上にギアを置いたりすることも可能です。それいいね。はい。ランタン置いたりとか。これ一見トイレって思わないでしょ。思えない。椅子あるじゃん。こういう椅子あるじゃん、折りたたみのやつ。それともう形状全く同じです。ここに穴が開いてるか開いてないかの違いなので、はい。ということでキャンプギアとしてこれ持ってって使用しない時には踏み台もしくは椅子、あとはキャンプギアの物置として、使用することも可能なので、ソロキャンプの方はそれテーブルにしてそこでビール置いたりして、でおしっこしたくなったら蓋取ってなんかやだねその場でビール飲みながらおしっこできるそうだね。まあそれはご自由にということでね。気持ち的にどうかな。気持ちの問題なんだけど。色似てるからね。そうで、私ね、テントの中に置いても、一見トイレってわからないようにこの色にしました。確かにトイレに見えないね。そうなんです。椅子かテーブルかって感じ。はい。ということで、キャンプにこれ、畳んでね、ぜひ持ってってみてください。それはいい製品ですね。いいっしょ、こんなに小さくなるんだよ。素晴らしい。そう、私結構ね、がたいのいいデカ女なんですけどこの S サイズでも十分使えるので、きっとね、女性たちね、私よりももっと小柄な人たち多いので、もう S で十分じゃないかなって思います。はい。ということで、ちょっと長々とあとね、結構早口でねちょっと喋ってしまったんですけども、それでは、トイレ事情、男性用の携帯トイレと、そしてバージョンアップの、おトイレのお話とご紹介いたしました。で、コスト的にはねそんなに高くないので気軽にね作れるのではないかなと思います。でもちろんこの凝固剤なので、例えばね、カップラーメン食べた後の残った汁だったり、生ゴミのね出た汁とかね吸収させるためのものだったりとかしますので、凝固剤ねいろいろ用途があるので、トイレだけじゃなくてもね使えるので、1袋買っててもいいのかなって思います。こちらもね生ゴミ用のね袋としてね使うことも可能なので、それぞれトイレ以外にも用途があるのでおすすめです。はい、それでは、キャンプ動画、車中泊動画たくさん上げてますので、遡って見ていただけるとありがたいです。コメント、高評価もいただけるとなお嬉しいです。そして、前回のトイレ事情の方もまた再度見直していただけるとこちらもありがたいと思っております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。いちかスタイルでした。ペコリー。お疲れ様でした。ありがとうございます。これキャンプでね使ってるんですけども、私たちねステップワゴンなので、しかもベッドキットを置いてるので、座高はそんなに高くないんですよ。なのでこれをねそんなにね、高さがあるものではないんですけれども、やっぱりね座るとなると頭がね天井についちゃうのかなって思ってるので、車の中車中泊の時は今まで通り折りたたみのバケツを使うのかなって思ったりもしてます。はい。でもねキャンプの時はねこれ本当に便利だった。座っててもね楽だったし、普通のトイレ感覚でそう、高さもねお子様にとてもちょうど良い高さです。はい、何かありますか？特にないですか？そうですね。はい、バイバイ。